からの噴出とか、地下からの揺れとか、爆発とかですね、あと秘密の暴露とかですね、そういうこともあるかもしれませんね。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は世界で起こっていることを先生術的に説明するという動画になります。つまりいつもとちょっと違う動画です。私のライフワークの一つは新時代先生術を広めることです。ですがもう一つありまして、それは私のもとに降りてきたこのセプタグラム7芒星のシンボルから生まれた願望実現メソッドにより、もっと豊かでもっと健康でもっと満ち足りた人生を送る人が増えるということにあります。そしてそれらはこのセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座だったり、セプタグラムソウルジャーニーリーディングセッションだったり、そしてマニフェステーション実現プロジェクトというものです。そして今言ったこれら3つのメソッドでは、波動の平均点を上げていくことを追求してもらっています。それが願望実現につながるからです。平均点と言っているのは、私たちは一日中ニコニコポジティブでテンション高くいるなんていうことはできませんし、それをしなければ夢が実現しないわけではないからです。平均点でいいんです。自分自身のマインドがいくら素晴らしくても他人の影響を受けることってありますからね。ということで、自身ではどうしようもない不可抗力とか世界全体で起こることは別として、未来に関しては少しでもポジティブなビジョンを持っていることはすごく大事です。なので私はこの新時代先生術師としてですね、どうしてもポジティブに読みたいという意識はあります。でも忠実にトランジットホロスコープを読み解くと、どうしてもネガティブなエネルギーが待っているとしか読めないような時期にも正直言うと出くわします。で、先生術としては嘘をつくわけにもいかない。でもネガティブな情報やビジョンが人のマインドに入ると低い波動を生み出すことも避けたいという葛藤が生まれるわけですね。そこで通常は出している動画ではもう基本的に全力を尽くしてできる限りポジティブさを読み取るという努力をしています。ですが今回は冷静に歴史的に見ても事件とか戦争とか災害事故が起きる時の天体配置というのもあるので、少し別動画としてこうやってお話をしておこうと思いました。で、まず先生術はじゃあそもそも未来を予測することができるのかという論争がたまに起こりますね。で、私は基本姿勢は未来は決まっていないと思っています。今日の皆さんの選択により明日の状況は当然変わるからです。今日会社を辞めることにしたら明日の未来は変わります。未来は自分の選択によって変化させることができるというわけですね。じゃあ先生術は何のためにあるのか。2万件以上のセッション経験を通して分かったのは、誕生図に書かれているのは今世で最も幸せに生きるための道しるべだということです。これ何度かこの動画でいっぱいお話をしてきています。今世で生まれると選択してきた場所と時間の天体の配置を地図にしたバースチャート。これはね、今世で皆さんがどんな才能を持って生まれているのか、そしてどの使命に向かって生きることで魂をさらに純化させていって、つまり成長させることができるのかということを示しています。さらに今世でハマると人生が停滞する落とし穴まで書かれています。多くの場合は親とか学校とか社会に導かれる生き方をしてしまうんですが、そうではなくて生まれた時に決めてきた人生を生きる、この方が宇宙が皆さんを応援してくれます。なので宇宙に応援され最も豊かで満ち足りた人生への指針となるというふうに捉えています。さらに西洋先生術が誕生した頃よりも人類は随分と長生きをするようになりましたし、人生のピークは人生後半の方へと移ってきています。
60歳を超えても学び上昇し続けている人、豊かになり続けている人っていうのが増えている。これが現代の社会です。なので西洋占星術では欠けていた火星よりも外の小惑星、より微細なエネルギー、より人生後半を見るエネルギーとして小惑星を読む新時代占星術というのを私は提唱しています。で、もう一つですね、未来を予測するものでないとしたらトランジットの占星術を読む意味は何かというテーマがあります。で、それは私たちがより良い世界のために最善の選択をするためのメッセージを宇宙から受け取るためではないかと私は思っています。さらに歴史を振り返りつつ同じ失敗を同じような天体の配置の時に繰り返さないために前もって事前に準備をすることができるという意味で有益なツールだと思っています。私のバックグラウンドは占星術を始める前、最も興味を持ってずっと学んでいたのは歴史でした。高校の歴史の教員免許も持っています。そして占星術は驚くほど過去の出来事、歴史をちゃんと説明することができるツールでもあります。例えば天王星が双子座に入ると人類は戦争を起こす。それからプロパガンダの影響が強くなる。こういったことが起こる。これはもう傾向として分かっていることで、今まさにね、そのエネルギーに近づきつつあるわけです。だからといって起こることはもうしょうがないと諦めるのではなくて、それらのエネルギーをできる限りどのように気をつけて最悪の状態を回避するか、そのための選択、そういったものは事前に考察しておくと準備をすることができます。ということで、ここで占星術と世界の状況、今この近いところをちょっと振り返ってみたいと思います。今日現在4月の1日に今この動画を撮っています。もちろんアメリカ、イスラエル、イラン、この中で紛争が起こっている。で、この時ですね、最初に起こったこの日、2月の後半、時差によってね、ちょっと日程は違うかもしれませんが、実は水亀座の28度の火星と牡牛座の28度の天王星がぴったりとスクエアを取っていたんです。で、さらに水亀座の火星と小惑星ベスタがコンジャンクションをしていました。こういう時ですね、それが正解か間違っているかっていうのは私たちが決めることじゃないかもしれませんが、どうであれ自分たちの正しさを証明するためには過激な行動を起こしてもいい、そういうエネルギーが強くなる、そう思うエネルギーが強くなるってことですが、これが典型的な配置、火星とベスタ、そして牡牛座の天王星でのぴったりとスクエアっていうことなんですね。で、そして私たちは今エネルギー不足という問題に直面していると思うんですが、占星術で石油などの資源は海王星です。で、この海王星が非戦争のお羊座に巻き込まれるこの時期にいます。さらに土星は制限をする天体ですが、今その、資源を意味する海王星が制限される土星とともにいるというのも今起こっていることを説明できるかと思います。で、もう少しして土星の方が早く進むから海王星からどんどん離れていくことでこの問題が何らかの形で解決されていくということを期待はできるんですが、まだ土星は当分ですね、お羊座にあるということも事実です。で、ただしですね、実は魚座のペルセポネが近いんですね。ということから、これをきっかけに私たちが全振りで石油依存するところから卒業していくということを促されているというふうにも取ることができます。ペルセポネっていうのは地下資源と地上電気とかですね、そういうものと行き来できる天体なんです。まさにハイブレッド、そういういろんな意味で石油依存からの卒業、これはペルセポネ、地下資源と地上行き来できる天体が絡んでいるということで説明はできるかと思います。
で、今起こっていることと COVID のことを比べる方がとても多いと思うんですが、エネルギー消費を減らすために外出を控えるとか、飛行機のキャンセルが相次いでいるというのは確かに似ているかと思います。で、水亀座の冥王星とお羊座の土星と海王星は今くっついてますね。だから水亀座の冥王星とお羊座の土星海王星がセクスタイルをとって、で、天王星は牡牛座最後でもうすぐ双子座に移っていくと、今度は風のエレメントの水亀座の冥王星と、双子座の天王星はトラインを取る、もうほぼ取っている今すでに。で、ここからもうずっとこの風のトライン、トランスサタニアントライン体制というのが始まっていって、ちょうどその中央に海王星、土星、カイロンが、位置づくということで、このミニ三角形時期っていうのが続いていくことになるんですけれども、これによってますます物理的な移動とか交流というのは抑えられて、ネット中心の世界へ移行していくということは考えられます。やっぱり水亀座の冥王星の力がどんどん強くなっていくということですからね。で、天秤座の満月についてすでにもうたっぷりと説明した動画があるので、そこも見て見比べてほしいんですけれども、そのエネルギーのままお羊座の新月に向かっていく流れで、お羊座に天体がギュ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 ッと集合していくんですね。で、特にこれもまた別動画で挙げた通り、戦いの火星、お羊座が戦うことを奨励する、戦いの、天体火星が戦いが大好きなお羊座の領域に入るんですね。で、しかも入ってすぐはワールドアクセスポイントです。さらに元気です。で、そこに実はもう傷を生み出す回路と制限の土星が入っているところにこの戦いの火星が入っていく。冥界の女王ペルセポネも、メッセンジャー彗星もそこに入っていって移動していく。で、ペルセポネと彗星は実は唯一、というか2つだからユニっていうんでしょうか。唯一、冥界と地上、冥界地下、死後の世界みたいなところと地上を行き来できる天体なんですよ。で、それが一緒にですね、お羊座で強くアクティブな衝突のエネルギーを生むということなので、もちろんポジティブにこれは行動力とか始まりの力が最大になるよ、今から何か始めたいという人にとってはポジティブに働いたりもするんですけれども、やっぱり地下からの噴出とか、地下からの揺れとか、爆発とかですね、あと秘密の暴露とかですね、そういうこともあるかもしれませんね。で、これがまた天王星がサイン移動をしていきます。つまり双子座にもうすぐ移っていくと、この影響を受けると不安定な揺さぶりを起こすかもしれません。天王星っていうのは普通土星とかあってこういう枠があるの。天王星はこうなって枠がなってるのを皆さんご存知だと思うんです。つまり天王星って一回もう古い昔に衝突があってひっくり返っちゃったんですよ。で、ひっくり返ったまま公転しているというユニークなちょっと変わり者の天体なんですが、この天王星がただでさえひっくり返ってる天王星がサインを移動するときに地球にいつもすごく大きな揺れや衝撃出来事が起こるんです。これはもうこれも今まで先生術と歴史のテーマで動画を上げてきましたし、ちょっと何回も話してるし、思い出すのも苦しくなりますが、日本のでいうと2011年の東北大震災、お羊座への移動直前に地震が発生して移動したその次の日に原発の事故というのが起こりました。で、この年は土星は天秤座にいて、天王星がお羊座に入って、冥王星がヤギ座、つまり事件を起こすって言われている3つの天体が全て活動級にいたっていうのも、影響はしていました。で、今回のトランスサタニアンは活動級にあるのはお羊座の海王星、そしてちょっとやはり土星がいるんですけれども、他は違います。活動級ではないんですが、さっきも言ったようにお羊座の火星と土星のコンジャンクションっていうのがあるので、やっぱり原発とか核、それから事故のリスク、災害のリスクっていうのは高い先生術配置になりますね。で、それが水星が一緒に加わってると、水星っていうのは移動とか貿易とか通信、
にも問題が生じるっていうことなので、実際にオーストラリアでは今ガソリン不足によって移動手段に問題が起こりつつありまして、できるだけ車を乗らないでくださいとかいうね、お達しが入っておりますし、さっき言ったように飛行機もキャンセルが相次いでますね。で、全体的に今回の火星と天王星のスクエアからはもともと勃発した、さっきも言いました戦いなんですけど、前回の戦争の時と違って、天体の配置は前回は領土的な支配っていうものだったんですけど、今回より精神的な私たちが正しいっていう正しさの証明と、それからエネルギー資源。エネルギーって見えないじゃないですか。精神的なものも見えないじゃないですか。見えないものを確保しようというテーマ、大きなテーマが実はバハインドにあるという天体配置での争いの勃発ということになります。で、実はですね、先生術的に見ると、今後人類が、あるいは地球が直面していく問題は、エネルギー資源、それから水不足、食料不足っていうのはもう分かっていて、全部先生術師はみんな言ってることなんですけど、その原因の一つはワイドウェダー、自然災害、自然には私たちは逆らえない。で、もう一つが人間のエゴからの破壊というふうに言われていますね。今は残った食べ物がゴミ箱に捨てられているのを見るような時代で、食料不足なんてやってくるのと想像しにくいかもしれませんが、エネルギーに関しても私たちは同じように感じていたと思うんですが、今実際に不足しつつあります。で、今度ですね、機会がありましたら、もし興味がある方が多ければ、占星術とエネルギーの関係っていうのもあるんですね。もうちょっとお話しする動画もいつか撮ろうかなと思ってます。先ほどお話ししてたみたいに、海洋星と石油っていうのがつながってるんですけど、例えば水亀座の領域は電気なんですね、とかテクノロジー。天王星が双子座に入ると水素とかガスとか、あるいは個人発電みたいなものがメインになっていく時代になるかもしれません。ということで、またこんな動画を開けてほしいみたいなリクエストがありましたら、ぜひですね、皆さんコメントなんかに書いていただけると嬉しいです。では、最後にこの私がある時受け取った七芒星。七芒星はミラクルを起こす新世紀科学でございます。この七芒星から生まれたセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカードから1枚引きで皆さんに一つ、カイロンが出ちゃいました。小惑星カイロンのカードですね。この中には全ての小惑星のカードが入ってるんですが、カイロンはよくウンデチヒーラー、傷ついたヒーラーっていうふうに言われますので、イコール傷つくみたいに思われがちですが、その傷を癒せるのもカイロンしかいないんですね。カイロンが今出ている中で、私たちが人類全体がかつての歴史上で負った傷とか後悔とか、そういうエネルギーにテーマが向かう可能性はありますが、それは私たちは超えてきて今があるから、直し方、傷のも私たちは知っている。ということで、よりポジティブな、最初に言いましたように、私たちがよりポジティブな選択をするために占星術はあるから、流れを見た上でどういう決断を一人一人がしていくのかっていうね、よりポジティブな方向に向かっていければいいなと思います。ということで、今日はちょっといつものね、流れとは違った動画で内容が暗くなっていたらすみません。でもですね、私たちは本当に選択によって変えれることが本当にたくさんありますし、お羊座のエネルギーっていうのは本当に戦いだけじゃなくて、だからその過剰なエネルギーを使ってないとそういうところに行くんですね。だからもっと積極的にポジティブな方に始めるエネルギーとか、自分が何か新しい自分をスタートさせるエネルギーとかに多くの人が使っていけばいいんです。ポジティブな方に使っていけばいいんです。エネルギーっていうのは常にそんな感じなんです。自動的に使われると天体の流れに合ったような方向に使われていったりするんですけれども、なんでよりポジティブにこのね、火のエネルギーを私たちが使っていけばいいんじゃないかなと思います。ということで、皆さんみんなで願望実現していきましょう。